会社を辞めたい。その一言を伝えることが、これほどまでに難しい世の中が、果たして健全と言えるのでしょうか。今回ご紹介するのは、退職という労働者の正当な権利を踏みにじる、パワハラ上司と、弱みにつけ込む、悪質な退職代行業者によって、心身ともに追い詰められた一人の若者の物語です。法律という武器が、彼の未来をどう切り開いたのか、ぜひご覧ください。第1章鳴り止まない罵声。深夜23時を回ったオフィスは静寂に包まれているはずだった。しかし、フロアの一角だけ、まるで嵐の中心であるかのように、怒声が響き渡っていた。おい伊藤。てめえこれ、なんだこの数字は。小学生の算数か？声の主は、伊藤拓也25歳の上司、鈴木部長だ。拓也が差し出した資料を、鈴木はまるでお仏でも見るかのような、目つきで睨みつけ、分厚い指で一点を激しく叩いている。申し訳ありません、すぐ修正します。すぐじゃねえんだよ。なんでこうなるのかって聞いてんだ。お前の頭には脳みそじゃなくて、スポンジでも詰まってんのか。拓也の心臓が、ドクンと大きく跳ねる。胃がキリキリと痛み、冷たい汗が背中を伝った。これが、拓也の日常だった。彼が勤務する IT 企業は、業界ではそこそこの知名度があるが、その実態は鈴木部長という独裁者が支配する典型的なブラック企業だった。サービス残業は月100時間を超え、休日出勤も当たり前。そして何より拓也を蝕んでいたのが、鈴木による執拗なパワハラだった。だからお前はダメなんだよ。何度言ったらわかるんだ？給料もらってるプロとしての自覚がねえのか。人格を否定する言葉のナイフが、拓也の心を容赦なく切り刻んでいく。抵抗など、できるはずもなかった。一度でも言い返そうものなら、その10倍、100倍の罵声が返ってくることを、拓也は嫌というほど学習していた。その日の深夜、フラフラになって帰宅した拓也は、スーツのままベッドに倒れ込んだ。頭痛がひどい。食欲もない。眠ろうとしても、鈴木の怒声が耳の奥で何度も再生され、心臓が早金を打つ。そして、運命の朝が来た。けたたましく鳴り響くアラームを止めようと手を伸ばしたが、体に力が入らない。金縛りにあったように、指一本動かせなかった。動けない。それは、心と体が発した、初めての明確な悲鳴だった。天井を見つめながら、拓也の目から、一筋の涙がこぼれ落ちた。もう無理だ。やめよう。会社を辞める。その決意は、拓也にとって、地獄からの脱出計画そのものだった。第2章地獄からの雲の糸。数日後、体調が少し回復した拓也は、震える手で書いた退職届を握りしめ、鈴木部長の前に立った。鈴木部長、お話があります。一身上の都合により、退職させていただきたく、その言葉を言い終わるか終わらないかのうちに、鈴木は拓也の手から退職届をひったくると、ニヤニヤと笑いながら、それをビリビリに引き裂いた。退職？誰が許すかよ。紙吹雪のように舞う退職届を、拓也は呆然と見つめることしかできなかった。いいか、伊藤、お前みたいな無能を一人前にするために、会社がどれだけコストをかけたと思ってるんだ？研修費用、俺が指導してやった時間、全部金がかかってんだよ。鈴木は椅子から立ち上がると、拓也の胸ぐらをつかまんばかりの勢いで顔を近づけた。それを今更やめるだ？ふざけるなよ。お前が辞めたら、このプロジェクトはどうなるんだ？会社に与える損害、分かってんのか？辞めるって言うなら、損害賠償として1000万円、きっちり請求させてもらうからな。1000万円。その日現実的な数字に、拓也の頭は真っ白になった。そんな大金、払えるわけがない。これは脅しだ。そう分かっていても、鈴木の凶暴な目が、それが単なる脅しではないと物語っていた。覚悟しとけよ。お前は一生、うちの会社の奴隷なんだよ。恐怖で声も出せず、拓也はその場に立ち尽くした。会社に直接退職を伝えるのは不可能だ。完全に道を閉ざされた拓也は、その夜、自室のパソコンの前で途方に暮れていた。退職やめさせてくれない上司脅迫。そんな言葉を打ち込んでいると、ある広告が目に飛び込んできた。もう悩まないで。あなたの代わりに退職を伝えます。格安即日丸投げ OK。そこに書かれていたのは、退職代行というサービスだった。うさんくさい。それが第一印象だった。しかし、今の拓也には、
それが地獄の底から垂らされた唯一の雲の糸のように思えた。第3章甘い言葉の罠。拓也が連絡したのは即やめサポートという業者だった。サイトには業界最安値、弁護士監修で安心といった魅力的な言葉が並んでいる。すぐに電話をかけると田中と名乗る男性が非常に物腰の柔らかい口調で応対してくれた。伊藤様ですね。お電話ありがとうございます。なるほど。それは大変でしたね。上司の方の言動は普通ではありません。ご安心ください。我々が間に入ればもう伊藤様が会社と連絡を取る必要は一切ございません。田中の声はまるでカウンセラーのように優しく、拓也のすさんだ心に染み渡った。拓也は鈴木部長から受けた仕打ち、損害賠償の話を必死に説明した。損害賠償ですか。よくある脅し文句ですよ。法的な根拠はほとんどありません。大丈夫です。そういった面倒な交渉も全て我々がやりますから。交渉もやっていただけるんですか。もちろんです。お任せください。明日からもう会社に行く必要はありません。携帯の電源も切っていて大丈夫ですよ。料金はキャンペーン中でたったの2万円です。2万円であの地獄から解放される。面倒な交渉も全てやってくれる。拓也はようやく見つけた希望の光に涙が出そうになった。疑う気持ちなどもはやみじんもなかった。彼は言われるがまま指定された口座に2万円を振り込んだ。電話を切った後、拓也は久しぶりに深く息を吸うことができた。これで明日から新しい人生が始まるんだ。第4章最初の異変。翌朝、拓也は田中の言葉通りアラームをかけずに眠り続けた。会社からの連絡を遮断するためスマホの電源も切っている。こんなに穏やかな朝は何ヶ月ぶりだろうか。昼過ぎに目を覚ました拓也は開放感に浸りながらゆっくりとスマホの電源を入れた。その瞬間、画面に表示された通知の数に心臓が凍りついた。不在着信鈴木部長27件、留守番電話メッセージ3件。震える指で留守電の再生ボタンを押す。おい伊藤、どこにいる？なんで電話に出ねえんだ。1件目は鈴木部長の土星だった。そして2件目、代行業者だと？ふざけた真似しやがって。本人からの連絡じゃなきゃ退職なんて一切認めんからな。わかったか。息が詰まる。そして最後の3件目のメッセージは声のトーンが少し変わり、ねっとりとした脅迫の色を帯びていた。伊藤、お前本気で会社を敵に回すつもりか？いい度胸じゃねえか。損害賠償だけじゃ済まねえぞ。お前がこの業界で二度と働けねえようにしてやるからな。覚悟しとけ。血の気が引いていくのが分かった。拓也は慌てて即やめサポートの田中に電話をかけた。田中さん、大変です。部長からすごい数の着信が。しかし電話口の田中の声はなぜか昨日とは打って変わってのんきなものだった。ああ、伊藤さん、連絡しましたよ。まあ最初は皆さんこう言いますから大丈夫ですよ。よくあることです。でも損害賠償だけじゃ済まさないとか。はは、典型的な脅し文句ですね。気にしなくて大丈夫ですって。しばらくすれば向こうも諦めますから。あまりにも楽観的な返事に拓也は言いようのない不安を覚えた。本当にこの人に任せて大丈夫なのだろうか。その不安は数日後に最悪の形で現実となる。第5章絶望への突き落とし。田中が大丈夫と言ってから3日、状況は何も変わらなかった。会社からの連絡はやまない。拓也は恐怖でスマホの電源を入れられずにいた。そして頼みの綱である即やめサポートからの進捗報告は一切なかった。しびれを切らした拓也が何度目かの電話でようやく田中とつながった時、信じられない言葉を耳にすることになる。ああ、伊藤さん、どうも。いやー、参りましたよ。そちらの鈴木部長、なんか弁護士を立てて本格的に損害賠償請求するとか言い出しちゃって。電話の向こうで田中は面倒くさそうに頭をかいているような雰囲気だった。それじゃあ、いやー、申し訳ないんですけど、うちは非弁業者なんで法律が絡むような交渉はできないんですよ。そこまで話がこじれちゃうとうちではもう対応できないんですよね。非弁業者？交渉はできない？何を言っているんだ。この人は
昨日まで交渉も全てやりますと豪語していたではないか。拓也の頭は混乱した。そんな。じゃあどうすれば。その問いに対する田中の答えは、拓也を絶望のどん底に突き落とすのに十分すぎるものだった。いや、どうするって言われても、うちでできるのは退職の意思を伝えるってことだけなんで、もうそれはやりましたから、これ以上は無理ですね。あとはご自身で頑張ってください。ご自身でって、じゃあそういうことなんで。一方的に切られた電話を拓也は耳に当てたまま呆然と立ち尽くした。裏切られた。会社からも、そして唯一の頼みの綱だった代行業者からも見捨てられた。進むも地獄、退くも地獄。完全に孤立し八方塞がりになった拓也は自室のベッドの上でただ天井を見つめることしかできなかった。第6章震える手で掴んだ最後の希望。もう終わりだ。拓也の部屋には重く冷たい沈黙が満ちていた。鈴木部長の脅迫、無責任に逃げ出した代行業者、支払った2万円はドブに捨てたようなものだ。いや、それどころか事態をさらに悪化させてしまった。どうすればいいのか、誰に相談すればいいのか、もう何も考えられなかった。その時拓也の脳裏に数日前のスマホの検索履歴がよみがえった。退職代行業者を探している時に偶然見かけた言葉。労働問題専門法律事務所、弁護士。自分のような人間が相談に行く場所ではない。お金もいくらかかるかわからない。一度はそう考え画面を閉じたはずだった。しかし今の拓也にはそれ以外に思いつく選択肢がなかった。サイトをもう一度開くと、初回相談30分無料という文字が目に飛び込んできた。失うものはもう何もない。拓也は最後の力を振り絞るようにスマホを手に取った。表示された電話番号をタップする指が恐怖と緊張で小刻みに震えている。数回のコールの後、落ち着いた女性の声が聞こえた。はい、法律事務所でございます。その声を聞いた瞬間、拓也の目から堰を切ったように涙があふれ出した。第7章反撃のシナリオ。翌日、拓也は法律事務所の相談室で弁護士の高橋と向かい合っていた。高橋は50代くらいの男性で、冷静だが温かみのある目をしていた。拓也はこれまでの経緯を途切れになりながらも必死に話した。鈴木部長のパワハラ、引き裂かれた退職届、損害賠償という脅迫、そして退職代行業者の裏切り、すべてを聞き終えた高橋は静かにうなずくとゆっくりと口を開いた。伊藤さん、辛かったですね。よくここまで一人で耐えました。もう大丈夫ですよ。そのねぎらいの言葉に拓也はまた泣きそうになるのを必死でこらえた。まず結論から申し上げましょう。伊藤さん、あなたは2つの違法行為の明確な被害者です。高橋は指を1本立てた。1つは鈴木部長による退職妨害とパワハラ。日本の法律では労働者には退職の自由が保障されています。会社が一方的にそれを拒否することは許されません。また1000万円請求するといった言動は悪質な脅迫にあたる可能性があります。そして高橋はもう一本の指を立てる。そしてもう一つ、これが今回事態をこじらせた大きな原因です。その即辞めサポートという業者の行為。これは弁護士法第72条で禁止されている非弁行為にあたる可能性が極めて高い。非弁行為？弁護士の資格がない者が報酬を得る目的で法律事件に関して交渉などの法律事務を行うことです。これは犯罪なんですよ。交渉もやりますと言っておきながら、トラブルになったら交渉はできないと言って逃げるのは悪質な業者の典型的な手口です。拓也は初めて聞く言葉に目を見開いた。自分は犯罪行為に巻き込まれていたのか。高橋は拓也の目を見て力強く言った。伊藤さん、我々の敵は2つです。パワハラ上司と悪質代行業者。この2つを法律という武器で同時に、そして徹底的に叩きます。これが我々の反撃のシナリオです。高橋が提示した作戦は明快かつ力強いものだった。その冷静な言葉を聞いているうちに、拓也の心の中に諦めや恐怖とは違う確かな感情が芽生え始めていた。それは
戦うという意思だった。第8章第1の鉄槌悪質業者への断罪。作戦はすぐに実行に移された。高橋は拓也を事務所の応接室に残したまま、スピーカーフォンモードで即やめサポートの田中に電話をかけた。数回のコールの後、昨日までの拓也への態度とは全く違う、明るく間延びした声が響いた。はーい。お電話ありがとうございます。即やめサポートの田中です。高橋は静かに、しかし重い口調で名乗った。私、法律事務所の弁護士、高橋と申します。伊藤拓也さんの代理人です。その瞬間、スピーカーの向こうの空気が凍りついたのが分かった。弁護士さんですか？明らかに声が上ずっている。単刀直入に申し上げます。あなたが伊藤さんに対して言った行為は、弁護士法第72条が禁じる非弁行為にあたります。報酬を得る目的で、法的不義性を生じうる事案に介入し、交渉を行うと誤信させた。これは極めて悪質な行為です。いや、うちは、言い訳は結構。この件、刑事告発することもやぶさかではありません。ですが、伊藤さんご本人は、これ以上ことを荒立てたくないともおっしゃっている。そこで、提案です。高橋は、一切の間を与えずに続けた。まず、伊藤さんに支払わせた代行費用2万円を本日中に指定口座へ即時返金すること。そして伊藤さんが被った精神的苦痛に対する慰謝料として3万円を上乗せし、合計5万円を支払うこと。これに応じるのであれば示談とします。いかがなさいますか？沈黙が流れた。スピーカーの向こうで田中がごくりと唾を飲む音が聞こえるようだった。数秒後、絞り出すような情けない声が聞こえてきた。はい。わかりました。申し訳ありませんでした。すぐにお振り込みさせていただきます。電話が切れると、応接室は静寂に包まれた。あまりにもあっけない幕切れに、拓也は呆然としていた。あれだけ自分を苦しめ、無責任に突き放した相手が、弁護士の名前が出た途端、こうも簡単に屈するのか。これが、法律の力なのか。高橋は、そんな拓也を見て、穏やかに微笑んだ。さて、まずは一体、片付きましたね。次は、本丸です。第9章最終決戦パワハラ上司、完全敗北。翌日、拓也の元職場では、鈴木部長が不機嫌そうに、自分のデスクに座っていた。そこへ、総務部の社員が、一通の封筒を恐る恐る差し出した。部長、こちらに配達証明郵便が。なんだ？鈴木が乱暴に封筒を受け取ると、差出人の欄に法律事務所弁護士、高橋一郎という文字が印刷されているのが見えた。いぶかしげに封を開けた鈴木の顔が、次の瞬間、みるみるうちに青ざめていった。それは、内容証明郵便だった。通知書、貴殿は、当職の依頼人である伊藤拓也氏に対し、退職の申し出を不当に拒絶し、損害賠償で1000万円請求する等の発言を行いました。これらの行為は、労働者の退職の自由を侵害する違法行為であり、また、その発言内容は強要未遂罪や脅迫罪に該当する可能性があります。つきましては、本日付での伊藤氏の退職を正式に受理するよう、ここに通知いたします。今後、正当な理由なく、伊藤氏本人に直接連絡を取るなどの行為が確認された場合、当職は、貴殿の発言を録音した音声データを証拠とし、民事及び刑事における断固たる法的措置を取る所存です。録音データ、その文字に、鈴木の心臓はわしづかみにされたように縮み上がった。実際には拓也は録音していなかったが、これは高橋のハッタリという名の戦術だった。自分の怒声、脅迫の言葉が全て記録されているかもしれない。弁護士、法的措置、刑事、今まで自分を絶対的な強者にしてくれていたはずの会社の看板が今は何の役にも立たない。鈴木の手はカタカタと震えていた。その日の夕方、拓也のスマホが震えた。画面に表示されたのは悪夢の元凶、鈴木部長の名前だった。拓也は高橋の指示通りスピーカーにして電話に出た。もしもし、伊藤くんか？俺だ。鈴木だ。聞こえてきたのはいつもの怒鳴り声ではなく、まるで別人かのように弱々しく、こびるような声だった。すまなかった。俺が悪かった。いろいろ。言い過ぎた。例の郵便。読んだよ。退職の件。
正式に受理させてもらう。だからその弁護士の先生にはどうか穏便にと伝えてくれないか。その声にはかつての威圧感などもはや微塵も残っていなかった。自分が絶対的な権力者だと勘違いしていた男の哀れな末路だった。拓也は高橋に教えられた通りの言葉を一言一句はっきりと告げた。退職の件承知しました。今後の連絡はすべて高橋弁護士を通してください。それでは失礼します。電話を切り、拓也は大きく深く息を吐いた。終わった。本当に地獄が終わったのだ。第10章新しい朝焼け。鈴木部長からの謝罪の電話を受け、拓也の退職は正式に、そして滞りなく処理された。悪質代行業者即辞めサポートからは約束通り5万円が振り込まれていた。後日高橋の事務所を訪れた拓也は深々と頭を下げた。高橋先生、本当にありがとうございました。いえ、当然のことをしたまでです。伊藤さんが最後に勇気を出して行動した結果ですよ。高橋は拓也に1枚のパンフレットを手渡した。これからは理不尽なことやおかしいと思ったことに対して泣き寝入りする必要はありません。あなたには法律という武器で自分を守る権利があるんです。忘れないでください。事務所を出た拓也は見上げた空の青さに思わず目を細めた。失いかけていた自信と尊厳を彼は取り戻すことができた。もう誰かの言いなりになるのはやめよう。自分の足で自分の人生を歩いていこう。数週間後、新しいスーツに身を包んだ拓也はとある会社の前に立っていた。これから新しい職場の採用面接だ。彼の足取りは驚くほど軽く力強かった。振り返るとビルの向こうに美しい朝焼けが広がっていた。伊藤拓也の新しい人生の夜明けだった。法律 Tips コーナー。今回の物語いかがでしたでしょうか。最後に今回のケースに関連する法律や制度について簡単にご紹介します。退職は労働者の権利です。期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも解約の申し入れをすることができ、法律上は申し入れの日から2週間が経過することによって雇用契約は終了します。会社が辞めさせない、損害賠償を請求するなどと脅して退職を妨げることは違法となる可能性があります。危険な非弁行為にご注意を。弁護士でない者が報酬を得る目的で交渉などの法律事務を行うことは非弁行為として弁護士法第72条で禁止されています。退職代行業者の中には弁護士資格がないにもかかわらず交渉可能かのように装い、トラブルになると責任を放棄する悪質な業者も存在します。会社との交渉が必要になりそうな場合は必ず弁護士が直接運営または提携している代行サービスを選ぶようにしましょう。困った時の相談窓口。職場のトラブルについては全国の労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーで専門の相談員に無料で相談することができます。また今回のように法的な対応が必要な場合は労働問題に詳しい弁護士に相談することが解決への一番の近道です。ナレーター理不尽なトラブルで泣き寝入りする前にまずは専門家や公的な窓口に相談する勇気を持ちましょう。この動画が気に入ってもらえたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。